皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。フランス在住の親指プチコです。久しぶりの動画になってしまいました。そして時差たっぷりの今更クリスマス準備の動画ですが、よかったら最後までご覧ください。このツリー大好きなのですが、1年に1回しか出番がないので、できるだけ長く楽しめるように今年は11月末頃に出しました。毎年何個かオーナメントは増やしているんですが、そこまでパッと変わり映えするわけじゃないので、来年はボールの色味でも変えてみようかと思います。私の実家ではクリスマスツリーがなかったので、ツリーの飾り付けは大人になってから初めてしました。皆さんの家はクリスマスツリー飾りますか？やっぱりツリーがあると一気にクリスマス感が増して家の中が華やかになります。他にもクリスマスっぽい雑貨を何個か飾りました。このろうそく風のツリーもシンプルでお気に入りです。この雑貨たちも1年に1回しか飾れないのが惜しいくらいです。今年のアドベントカレンダーには使えませんでしたが、24個の引き出しがついたソリの飾りも設置。年中かわいい犬。今年は犬用のアドベントカレンダーも買いました。犬はアドベントカレンダーの意味は全く分かってないと思うけど、飼い主の自己満足です。こういう風に1日に1個おやつの小袋が入っています。さて、気に入ってくれるでしょうか？おやつだと分かって興味津々の模様。待てない犬。最初の一口は必ず自分のベッドに帰って味見する習慣です。どうやら美味しかったみたいで数秒で完食。さて、飼い主の方は今年はリンツのおなじみの商品のアドベントカレンダーにしました。これまた子供の頃は私には馴染みのない習慣だったので、大人になった今でも必ずクリスマスになるとチョコレートのアドベントカレンダーを買って毎日楽しみにしています。スーパーもクリスマス一色。年末に日本に帰る予定だったので、お土産のチョコレートを買いに来ました。毎年クリスマスになるとどこのスーパーに行ってもこうやってチョコレートの特設コーナーが設置されています。夏に帰国する時にはチョコレートは持って帰れないですが、冬に帰る時は必ず家族友達用にチョコレートを爆買いして帰ります。日本で見かける商品もありますが、国によって配合が違うのか、フランスで買うチョコの方がチョコレート本来の味がして美味しく感じます。ヌテラは日本でも手に入るみたいですが、フランスで買った方が安いみたいなので、これも毎回必ず買って帰ります。栗ペーストはおそらく日本ではあまりないと思うので、これも買います。おばが紅茶好きなので、紅茶もお土産の定番商品です。私は見たことないものを試してみたい派なので、独断と偏見で選びます。姉がチーズ好きなので持ち帰りやすいコンテを買ったのですが、今回はなんと家の冷蔵庫に忘れてしまいました。ツリーの横で可愛すぎる犬。お土産に興味津々の犬。さて、購入品を紹介します。こちらココナッツとホワイトチョコが相性抜群の商品。こちらはエッグ型の中にガナッシュやナッツが入ったもの。こちらフェレロロシェ定番を含めた4種のアソート。
これは初めて見かけたのですが、リンツの新作だと思われます。こちらはフランスでは定番ですが、口に入れるとヒヤッとしてすっと溶けるリンツのチョコレート。とってもおすすめです。おいめい含め子どもたちにはチョコエッグ。一応男の子用、女の子用におまけのキャラが違うみたいです。みんな大好きヌテラは大瓶2つ。栗ペースト。フランスっぽいフレーバーの紅茶。スタバのインスタントラテ。リンツの中にプラリネが入っている板チョコ。いろんな種類があっておすすめ。コンテチーズ。これ全部で定価で約245ユーロでしたが、大量買いの割引39ユーロがあったので、実際には206ユーロくらいでした。皆さんもフランスに来た際には買ってみてください。さて、この時12月の私の誕生日間近だったので、会社に持っていくようにお菓子作りをしました。横で見守る犬。私の職種がファイナンスなので、それにちなんで今回はフィナンシェを作ることにしました。生地は前日に作っておきました。ココナッツとチョコレートの2種類の生地を作ったのですが、まずはココナッツの方から焼いていきます。フランスの会社では自分の誕生日にクロワッサンなどを買って同僚に振る舞うのが一般的です。私はお菓子作りが趣味なので、お菓子を作っていくことにしました。ココナッツの生地がきれいに焼けました。次はチョコレートの生地を焼いていきます。日本では会社でもプライベートでも誕生日の人自ら何か計画したりあまりしないと思いますが、フランスでは誕生日の人が自ら何か買ってみんなに振る舞ったり、誕生日パーティーを計画したりします。何事も自分から発信するフランス文化がこんなところにも現れています。チョコレート生地も美味しそうに焼けました。本来ならフィナンシェはこれで完成ですが、今回はもう少し華やかにしたかったので、上にガナッシュを流してナッツで飾ることにしました。ココナッツ生地の方にはブラックチョコのガナッシュ、チョコレート生地の方にはホワイトチョコのガナッシュを流します。本当は日本人らしく抹茶のフィナンシェにホワイトチョコとクランベリーとか挑戦してみたかったのですが、フランスの田舎なので保守派の人が多く、多分抹茶は不人気かと思い、無難な組み合わせにしました。皆さんは今年の年末年始どう過ごしましたか？私は12月の19日から2週間ほど休みで、さらに日本に帰国予定だったので、撮影している12月前半はウキウキしながら過ごしていました。私は日本のお正月の雰囲気が大好きなので、本当は新年も日本で過ごしたかったのですが、フランスにはお正月は存在しないので、1月2日から早速仕事ということで、泣く泣くフランスに戻ってきました。バカンスが生きがいのフランス人。もうすでに同僚とは夏休みのバカンスの日程を決めないとって話しています。おいおい、フランス人ってバカンスのことしか考えてないなと思いつつ、自分もそれに染まりつつあります。バカンス気分がなかなか抜けないですが、また日本に帰れるように頑張って働きます。
美味しそうに完成しました。ご視聴ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。